おはようございます。本日もまた東京日本橋に来ています。前回同様に始発電車できました。今回はここ日本橋から日光東照宮まで続いている旧日光街道を徒歩旅していきたいと思います。江戸時代多くの人が行き交ったこの街道を今の景色の中でどこまで感じられるのか、宿場町の名残や街道沿いの史跡を見ながら日光へ向かう道を実際に歩いて確かめていきたいと思います。まずはこの日光街道の名称について少し触れときます。この日光街道は時代によって呼び方が少しずつ変わってきました。江戸時代の初めの頃には日光街道とも呼ばれましたが、後に幕府の正式な呼び名として日光道中が定着します。そして現在では一般に日光街道という名前で広く知られています。甲州街道と奥州街道も同様となります。ここ日本橋は江戸時代に五街道の起点とされた場所となります。東海道、中山道、甲州道中、奥州道中、そして日光道中。日本橋はそれぞれの街道が江戸から伸びていく旅の出発点でした。今は大きな道路とビルに囲まれていますが、この場所にはかつて多くの旅人が歩き始めた歴史の重みが残っています。旧日光街道の旅もここ日本橋から始まります。起点であるここ日本橋については前回の東海道53次徒歩の旅1日目の動画でご紹介していますので、詳細はそちらをご覧ください。これから歩く旧日光街道は江戸時代に整えられた五街道の一つ、日光道中です。起点は江戸の日本橋、全長はおよそ144キロ前後、宿場は21カ所ありました。宇都宮までは奥州道中と同じ道をたどり、その先で日光へ向かって続いていました。この街道はただの移動の道ではありませんでした。徳川家康を祀る日光東照宮へ向かうための重要な道であり、将軍の日光社参をはじめ大名の往来、役人、飛脚、商人、そして多くの旅人たちが利用した格式と実用の両方を併せ持つ街道でした。街道沿いには宿場町が置かれ、人々はそこで休み、泊まり、食事をとり、馬や荷物を整えながら次の目的地を目指しました。本陣や脇本陣、問屋場、旅籠といった施設が並ぶ宿場は旅の中継地であると同時に人や物が集まるにぎわいの中心でもあったのです。今では街並みも景色も大きく変わりました。それでも道筋や寺社、宿場の名残をたどっていくと、この道がかつて多くの人の思いと移動を支えていたことが見えてきます。旧日光街道を歩くということはただ目的地へ向かうだけではなく、江戸と日光を結んだ歴史の流れを自分の足で確かめていく旅でもあります。それではここから今日の道のりを歩き始めます。昔の旅人たちもこの先にどんな景色が待っているのかと思いながら歩いたのかもしれません。旧日光街道をたどりながら宿場の跡や街道らしい風景を探していきたいと思います。日本橋を出発してここから旧日光街道を北へ進んでいきます。江戸時代この道を旅する人たちがまず目指したのが最初の宿場町、千住宿です。今では街並みは大きく変わっていますが、道の流れを追っていくと少しずつ街道の面影が見えてきます。まずは旅の最初の節目となる千住宿へ向かいます。日本橋は五街道の起点であると同時に江戸の商いの中心として発展した町でもありました。そのためこの周辺には今も老舗が数多く残っています。例えば海苔の山本海苔店、乾物の槍町本店、果物の千疋屋総本店、鰹節の人弁など日本橋を代表する店が今ものれんを守り続けています。こうした老舗の存在を見ると、日本橋が旅の出発点であるだけでなく江戸から続く商いの町でもあったことがよくわかります。日光街道最初の右折地点になります。室町3丁目南交差点を右に進みます。見えてくる景色は両サイドにビルが並んでいるオフィス街の整備された通りです。思わず道を間違えてしまったのかなと思ってしまうほど旧街道を感じさせない現代的な通りとなっています。解説板が見えてきました。薬種問屋の集積地本町と書かれた解説板によると、この辺り日本橋本町、室町、大伝馬町周辺は江戸時代初期から薬草や薬を扱う薬種問屋が集まる薬の町として発展したそうです。多くの問屋が組合を作って販売を行い、
本町3丁目には特に多くの薬種店が並んでいたとされています。明治以降も薬種問屋の組合が整えられ、現在も日本橋本町周辺には多くの製薬会社の本社があり、江戸時代から続く薬の町の歴史が今も残っているとのことです。第一三共株式会社を通過します。首都高速1号上野線が上を走っている昭和通りは地下通路を使用して反対側へ渡ります。渡ったこの辺りから大伝馬町となります。スタートしてからさほど時間も経過していませんが、早速寄り道をします。旧日光街道から地下鉄日比谷線の走っている通りを左折し、すぐのところに小伝馬町駅があります。そしてこの駅を通過したすぐの場所の実施公園に向かいます。実施公園は江戸時代の天満町牢屋敷跡にあたる歴史ある場所です。園内には吉田松陰終焉の地の石踏みや江戸の人々に気と知らせた国鳥時の鐘が残されていて、幕末と江戸の歴史を感じられる公園となっています。吉田松陰は幕末に活躍した思想家であり教育者です。松下村塾で多くの若者を育て、後の明治維新に大きな影響を与えた人物となります。門下生には草加源瑞、高杉晋作、伊藤博文など明治維新や近代日本の礎を築いた多くの人材が松下村塾から輩出されました。さて、元の旧日光街道に戻り先を進みます。数分歩いた先に解説板があります。蔦屋十三郎高所堂跡とのことです。三東京伝、実典者一句、北川歌麿、東秀斎写楽、葛飾北斎など多くの才能ある作家や絵師たちの作品を世に広めたのが蔦屋十三郎です。十三郎は時代の流行を読む力に優れ、日本橋通油町の出版店高所堂を拠点に奇拍子や浮世絵などを出版して江戸を代表する版元となりました。本町通りは奥州日光街道の道筋にあたる賑やかな大通りで、寛政の改革で処分を受けながらも十三郎はこの日本橋の地で出版を続け、大きな足跡を残しました。現在の蔦屋と関係があったりするのと思いました。今の蔦屋書店は蔦屋十三郎と直接つながりはありません。ただ創業者は蔦屋十三郎の生き方に敬意を持ち、その精神を店名や理念に重ねたとされています。10分ほど歩くと大通りに出ます。そして少し複雑な交差点があります。国道6号と14号が交差している交差点です。地下通路があるのでこれを通り反対側に進みます。交番の横に解説板があります。軍代屋敷跡とのことです。江戸時代に主として関東の幕府直轄領の年貢の徴収、治水、領民紛争の処理などを管理した関東軍代の役宅があった場所とのことです。関東軍代は徳川家康から代官頭に任命された稲忠次の次男忠治が関東諸代官の統括などを命じられたことにより事実上始まったとされています。そして目の前には浅草橋が見えてきます。浅草橋のかかる神田川にはたくさんの屋形船が浮かんでいて、日本ならではの景観になっています。橋を渡ったところに浅草見附跡があります。江戸時代には浅草見附があったところで、江戸城の警護のため36カ所に設けられた見附の一つで、警護人を置いて浅草観音や遠くは奥州へ往来する人々を取り締まった場所となります。橋から先に進むと歩いてすぐの場所に JR 中央総武線の浅草橋駅を通過します。浅草橋駅から10分程度進んできた蔵前一丁目交差点のところに解説板が見えてきます。天文台跡とのことです。この場所の西側には江戸時代後期に幕府の天文、暦、測量、地紙編纂、洋書翻訳などを担う施設として浅草天文台が置かれていました。本来は正確な暦を作るための観測施設でした。ここでは高橋義時らが改暦のための観測を行い、弟子の伊能忠敬も測量の基礎となる観測を行いました。さらに板書和解御用という外国語の翻訳局が設置され、これは後にいくつかの変遷を経て現在の東京大学へ移っていった機関となります。天文台は明治2年に廃止されました。富岳百景の鳥越の船にこの浅草天文台が描かれています。伊能忠敬はこの天文台に通うことによって地球の正確な大きさが知りたくなったそうです。後の測量と地図作りから緯度1度の長さを算出して地球一周の長さを求めたそうです。しかも誤差は 0.2% 程度という精密さ、驚くほかありません。
地球の大きさが知りたい目的のための手段が測量と地図作りだったのです。地図作りが目的ではなかったというのにも改めて驚きです。梶取稲荷神社は慶長年間1596年から1615年、江戸幕府が開府した400年以上の歴史と信仰がある神社とのことです。伝承では江戸幕府の米蔵造営のための石を熊本から運ぶ途中、遠州灘でたびたび難にあった船が稲荷の神の加護によって無事に航海できるようになったことからこの地に祀られたと言われています。蔵前の歴史と深く結びつき、商売繁盛、家宝の神として広く宗所の尊神を集めているそうです。梶取稲荷神社から10分ほど歩いてきたところにある蔵前神社に来ました。ここ蔵前神社は元禄6年1693年に徳川綱吉によって京都の石清水八幡宮を勘定して創建された神社です。江戸城の鬼門よけの守護神、そして将軍家の祈願所の一つとして大切にされてきました。江戸時代には肝心大相撲の開催地としてもにぎわい、今も蔵前の歴史を伝える神社として親しまれています。また蔵前神社は歴史ある神社であるだけでなく、落語の舞台としても知られています。元犬や大野松などの話にも登場し、江戸の人々に親しまれていた場所であったことがうかがえます。蔵前神社から10分程度歩いてくると、今度は左手に磐梯本社ビルが見えてきました。本社ビルを通り過ぎようとしたところ、敷地内にキャラクターの像が立っていました。ファンファンストリートと書かれています。手前から順にゴジラ、アグモン、悟空、しんちゃん、ウルトラマン、アンパンマン、ジャッキー、シナモンロールが展示されていました。さて磐梯本社の隣には創業200年以上の歴史を持つ老舗の土壌料理専門店駒形土勢本店があります。江戸時代から庶民に親しまれてきた土壌は栄養価が高いことでも知られています。ビタミン A、B2、D、カルシウムや鉄分を多く含んでいるのですが、中でもカルシウムの含有量はうなぎの約10倍と言われています。疲労回復や滋養強壮効果も高いとのことで、健康志向の方にもおすすめみたいです。朝早かったので立ち寄ることはできませんでしたが、かなり気になるお店です。磐梯本社から5分ほど歩いてきたところに駒形堂があります。ここ駒形堂は浅草寺発祥の地とされる大切な場所です。伝承では628年に隅田川から現れた浅草寺のご本尊聖観世音菩薩が最初にこの地へ上陸し、草堂に祀られたと言われています。江戸時代にはすぐ前に船着き場があり、船で訪れた参拝者はまず駒形堂を拝んでから浅草寺へ向かったそうです。現在のお堂は2003年に再建されたもので、今も浅草の歴史と信仰を感じられる場所になっています。浅草寺ももうすぐのところにあります。旧日光街道は浅草寺の雷門に向かって進みます。おそらく多くの観光客が浅草と聞いた時にイメージするのはこの雷門ではないでしょうか。雷門は浅草寺の表玄関として知られる浅草の象徴ともいえる門です。正式には風雷神門といい、左右に安置された風神と雷神が寺を災いから守るとされています。創建は942年と伝わり、何度も焼失と再建を繰り返しながら、現在の門は1960年に再建されたものだそうです。雷門を右折します。明治13年創業の老舗である神谷バーの横を通過します。そして吾妻橋交差点の横断歩道を渡り、左手に浅草駅を見ながら旧日光街道を進んでいきます。東武線の高架橋の下を旧日光街道は通過します。そしてこの通りは国道6号線にもなっています。東武線の高架橋から5分ほど歩いたところに琴戸橋西交差点があります。この交差点を国道6号線は右方面に分かれます。旧日光街道は斜め左方向へと進み、南千住方面に向かいます。国道6号線はここで右折しますが、旧水戸街道は千住宿まで日光街道と同じルートとなります。旧水戸街道は千住宿が起点となります。琴戸橋西交差点から5分ほど歩いてきたところでまた寄り道をします。浅草7丁目交差点を右折します。
そして交差点から2分ほど進んできたところの右手に今戸神社があります。ここ今戸神社は浅草にある歴史ある神社です。創建は1063年と伝わり、元は今戸八幡として始まりました。現在は縁結びの神社としても知られ、境内には招き猫が多く見られます。浅草のにぎわいから少し離れた場所にありながら、今も人々の信仰を集める下町らしい温かさのある神社です。そして今戸神社は縁結びや招き猫で知られる神社ですが、実は新選組の沖田総司終焉の地としても知られています。境内にはその石踏みが建てられていて、幕末の歴史を今に伝える場所にもなっています。それでは再度日光街道に戻り先に進みます。今回は寄り道が多くてなかなか先に進めていません。今戸神社から20分ほど歩いてきたところに涙橋交差点があります。当時ここには重井川が流れていて、その川に涙橋がかかっていたそうです。重井川は大正初期には埋め立てられています。この橋はかつて罪人と家族が涙ながらに別れた場所と伝えられています。そしてこの先にあったのが小塚っ原形状です。今では町の景色は変わりましたが、この一帯には江戸の重い歴史が今も残っています。旧東海道の時にも鈴ヶ森形状跡の手前にもありました。それでは次に小塚っ原形状跡へ向かいます。この歩道橋を渡った辺りの南千住の一帯にはかつて小塚っ原形状があった場所となります。江戸時代から明治初期にかけて使われた江戸を代表する形状の一つで、多くの人がこの地で最後を迎えました。華やかな江戸の裏側にあった重い歴史を今に伝える場所となります。そしてその歴史を今に伝えているのが首切地蔵のあるここ延命寺です。首切地蔵は小塚っ原で命を落とした人々や無縁となった人々を供養するために建てられた地蔵尊とされています。首切地蔵は目の前にある自販機の後ろに位置しており、ここからは見えませんでした。さらにその供養の場として深く結びついているのが隣にある恵光院です。恵光院は慶子者や老子者などを弔うために開かれた寺で、この地の歴史を今に伝える大切な存在です。境内には安政の大獄で命を落とした吉田松陰や橋本早苗ゆかりの墓碑、さらに解剖の歴史を伝える肝臓記念碑も残されています。華やかな江戸の町の裏側にあったもう一つの歴史、小塚っ原形状、延命寺、そして恵光院はその重みを今に伝える場所となっています。なお首切地蔵のある延命寺はもともとは小塚っ原恵光院の一部でした。明治28年1895年に土浦線、現在の JR 常磐線の敷設によって境内が線路で分断され、その後南側が独立して延命寺となりました。現在の実施公園にあった小伝馬町牢屋敷とこの小塚っ原形状は江戸の刑事制度の中でつながった場所となります。小伝馬町牢屋敷が罪人を収容する牢獄だったのに対して、小塚っ原は刑が執行される場所、そしてさらに恵光院がその犠牲者を弔う場となっていました。小塚っ原形状跡から10分ほど歩いてきたところに須佐能神社があります。須佐能神社は南千住に鎮座する由緒ある神社です。創建は延暦14年795年と伝わり、須佐の大神と飛鳥大神をお祭りしています。境内には神様が姿を現したと伝わる随光石が残され、この地の古い信仰の形を今に伝えています。そしてこの神社は松尾芭蕉の奥の細道とも深く結びついています。千住は芭蕉が奥の細道の旅へ出発した地として知られ、境内にはその旅立ちの時に読んだ「行く春や鳥なき魚の目は涙」の句碑が建てられています。歴史、信仰、そして旅の記憶が重なる南千住を代表する神社の一つです。須佐能神社を出てすぐのところに千住大橋が見えてきます。千住大橋は徳川家康が江戸に入って間もなく1594年に架けさせた橋です。隅田川に最初に架けられた橋だったため、当初は大橋と呼ばれていました。その後他の橋ができると千住大橋と呼ばれるようになります。現在の鉄橋下りは昭和2年1927年に架け替えられたブレースドリブタイドアーチ型の鉄橋で、歴史的な土木構造物となります。
この橋は江戸から北へ向かう交通の要所であり、日光街道や奥州方面へ向かう旅人や大名たちが行き交う、まさに江戸の北の玄関口でした。千住大橋を渡ってきます。橋の上は歩行者用と自転車用に分かれているみたいです。そして橋を渡ったところの左下に何やら壁に絵と文字が描かれているので行ってみます。ここ千住大橋のたもとにあったのは奥の細道、矢立はじめの地とのことです。松尾芭蕉は1689年深川から船で千住に着き、ここから奥の細道の長い旅へと歩き出しました。またこの近くには将軍家の人々が船で訪れた際に上陸した千住大橋祭小上がり場もあったそうです。千住大橋は文学と将軍家の歴史、その両方が重なる場所のようです。千住大橋からすぐの足立市場前交差点は足立市場側に渡ります。足立市場前にモニュメントが建てられており、松尾芭蕉の石像があります。この石像は芭蕉生誕360年にあたる平成16年2004年に建立されたそうです。今立っている場所の左側には考察バーと右側には一律カートがあるみたいです。素通りしてしまいました。そしてこの左側にトイヤバートがありました。ここも素通りしてしまいました。千住宿は現在の東京都足立区に位置し、日本橋から約9キロ離れた一番目の宿場となります。1625年に日光道中の所宿として開かれた歴史ある宿場町です。品川宿、板橋宿、内藤新宿と並ぶ江戸市宿の一つでもあり、江戸の北の玄関口として重要な役割を担っていました。宿場には本陣や問屋場などの施設が置かれ、旅人や大名の往来を支えていました。また橋戸菓子や御用市場を通じて米や野菜、川魚なども集まり、千住宿は交通と流通の両面で大いに栄えた町でした。旧街道を歩くとよく登場してくる跡地がありますので、簡単に説明しておきます。本陣、大名や幕府の役人、時には皇族や外国の使節団などの高位の人物が宿泊を許されました。商業的な宿泊施設ではなく、その地方の有力旧家の邸宅が本陣として指定されることが多かったそうです。脇本陣、本陣に次ぐ武士や公家の宿泊施設ですが、空いている時は一般旅行者も宿泊することができました。旅籠、一般旅行者の食事付き宿泊施設となります。吉宿、一般旅行者用の自炊宿泊施設となります。宿場の外もしくは外れにありました。これら宿泊施設は身分や用途によって使い分けられていました。問屋場、大きく2つの役割がありました。一つは幕府や大名のために陣馬を手配し、荷物や人員を次の宿場へ送り出す継ぎ立て業務。もう一つは幕府の公用書状や物資を運ぶ継ぎ飛脚業務です。考察場、幕府が法令や禁令などを記した木製の掲示板で庶民に知らせるためのものでした。北千住駅前通りを渡ってすぐのところに千住本陣跡があります。ここ千住本陣跡は千住宿の中でも特に重要な場所です。本陣は宿場にある宿泊施設の中で最も格式が高く、公家や大名、旗本などが宿泊や休憩に利用しました。千住宿では初期に本陣が2軒ありましたが、後には千住三丁目の秋葉一郎兵衛家が世襲で長く本陣を務めたと伝えられています。日光道中の所宿として多くの人を迎えた千住宿の歴史を、この場所は今も静かに伝えています。本陣跡からすぐのところに町の駅があります。気軽に休憩ができたり、町の情報を集めることができるお休みどころのようです。町の駅から5分ほど歩いてきたところの道の両脇に古い建物が見えてきます。左側の建物は絵馬屋、吉田家住宅です。吉田家は江戸時代から絵馬を作り続けてきた家で、小絵馬は千住絵馬として知られています。宿場町の千住には旅人を迎える町であると同時に、こうした職人の文化も息づいていました。そして反対側の右側の建物は横山家住宅となります。江戸時代から続く上問屋の建物で、宿場町だった千住の面影を今に残しています。建物には幕末の上野戦争の際についたとされる刀傷も残っていて、千住が歴史の動乱と無縁ではなかったことも伝えています。横山家住宅から進んできた右手に石碑が立っています。ここは追分で
右に進むと旧水戸桜道、そして直進すると旧日光道中と掘られています。現在の国道6号線の水戸街道は浅草の琴戸橋を渡るルートとなっているので、旧街道とはかなり違うルートになっています。そして旧水戸桜道はこの千住が起点となります。旧水戸桜道との追い分けから100メートルほど進んできたところには、さらに日光道中と下妻道の分岐点の石標が立っています。この道を左に進むと日光道中となります。そして日光道中下妻道分岐点の目の前に千住名倉院があります。千住の名倉は江戸時代から骨継ぎの名医として広く知られ、全国にその名が知られていました。最盛期の大正時代には1日に300人から500人もの患者が訪れ、旧道には治療を求める人たちの列ができたと伝えられています。千住宿が旅の町であると同時に人を支える町でもあったことを感じさせられる場所です。この分岐点を左に進んで次の草加宿に向かいます。さて、今私は荒川にかかっている千住新橋を渡っています。江戸時代ではここに川はなく、千住と対岸の梅田は地続きでした。この千住新橋は近代になって荒川放水路が作られた後に架けられました。荒川放水路は洪水対策のために作られた岩淵水門から東京湾へと流れる全長約22キロの人工河川です。工事は1911年明治44年から1930年昭和5年の竣工まで約20年にわたって行われました。千住新橋は放水路によって南北に分かれた地域を結ぶための橋として整えられます。もともとの橋は1924年大正13年頃のもので、現在の橋は上りが1977年、下りが1981年に整えられました。現代では荒川があるため千住新橋を渡って少し遠回りをしてきました。当時は地続きだったので千住からこの通りまでの道はつながっていました。このまま旧日光街道を北に進んでいきます。梅田道標で昭和49年1974年に建てられたものです。この辺りは旧日光街道と梅田通りが分かれる場所です。現在の梅田通りは江戸時代からそのまま残る道ではなく、近代以降に東武鉄道の旧線路跡が道路として利用されるようになった道となります。かつてはここに東武鉄道が走っていましたが、荒川放水路の整備に伴って東武線の経路変更が行われました。つまりこの場所では江戸時代から続く街道の道筋と近代の鉄道跡から生まれた新しい道とが交わっていることになります。梅島駅を通過します。1924年に開設された東武スカイツリーラインの駅です。この辺りはかつて多くの梅林があったそうです。梅島駅を過ぎて歩いていると、この通りは歩道が確保されていて歩きやすいことに気がつきます。車道の交通量も多いので歩道がしっかりと確保されているのは安心できます。長距離を歩いている際はほんの些細なことでもそれが足へのダメージや歩くことを辛くさせてしまいます。例えばこの歩道は平らなので何の問題もないのですが、幅が狭くて車道側へ傾斜になっているような場所が多いと歩きにくさを感じてしまいます。足が斜めになるので地味に足首への負担がかかってしまいます。普通に生活する程度の距離であれば何も感じませんが、長距離を歩いていると後半に従って気になりだしてしまいます。なので歩道が整備されていることに対して感謝をしてしまいますなどと、このようなつまらないことを考えながら歩いたりしています。そして前方左手に島根大鳥神社との案内が見えてくるので、左に曲がり島根大鳥神社に立ち寄ってみます。島根大鳥神社は足立区島根にある由緒ある神社です。伝承では文法2年1318年に築工されたとされ、古くはこの地が海岸線に近く島の根のように突き出た場所に祭神が船で着いたことから浮島明神とも呼ばれていました。その後島根村の鎮守として信仰を集め、今も地域に深く根付いた神社となっています。この場所に立つと今の住宅地の中にも土地の古い記憶が残っていることを感じます。島根大鳥神社から10分程度進んできたところに道しるべが立っています。
道しるべには増田橋跡、北へ旧日光道中、西へ旧赤山道と書かれています。ここ増田橋交差点はかつて竹の塚堀に架かる増田橋がありました。そしてここから西へは関東郡代伊那市の赤山陣屋へ向かう赤山街道が分かれていて、江戸時代には人や物が行き交う大切な場所だったと考えられます。現在は橋は残っていませんが、交差点の名や道しるべがこの場所がただの道路の交差点ではなく街道の記憶を今に伝える地点であることを教えてくれます。増田橋交差点から10分ほど進んできたところで見えてきた学校の手前の道を右折します。鳥居が見えてきます。こちらは足立区西保木間にある保木間氷川神社です。足立区の資料ではこの場所は田中正造と保木間の誓いの故地としても紹介されていて、地域の近代史を語る上でも大切な場所となります。足尾銅山鉱毒事件は1890年代に起きた近代日本を代表する公害事件です。1898年には群馬県や栃木県の被害住民およそ3000人が鉱毒被害を訴えるため上京しました。田中正造はその途中、保木間氷川神社で住民たちと出会い、問題解決に尽くすと演説して帰郷を促しました。これが保木間の誓いと呼ばれています。また当時この地の人々も炊き出しなどで被害住民を支え、農民同士の連帯があったことが伝えられています。埼玉県の草加市に入ります。県境を表すカントリーサインが見えます。埼玉県に入ってすぐのところにあるジョマさんで本日初めての食事です。食事も終えて歩き始めてすぐのところに神社が見えてきました。こちらは草加市瀬崎にある浅間神社です。祭神は富士山の神霊、この花咲夜姫の命。創建年代は不詳ですが、元は瀬崎の別の場所に祀られていたものが江戸時代の初めに現在の地へ移されたと伝えられています。以来瀬崎の産砂神、そして鎮守として大切にされてきました。境内には浅間庭園と大正5年1916年に築かれた富士塚もあり、今も富士信仰の名残を伝えています。街道沿いを歩いているとこうした神社から土地に根付いた信仰の歴史が見えてきます。瀬崎浅間神社から歩いてすぐの吉野5丁目交差点の一角に地蔵堂が建っています。この地蔵堂は火炙り地蔵尊とのことです。昔母の病を案じた娘が放火の罪を犯し、火炙りの刑に処されたとされます。村人たちはその娘を憐れみ、霊を慰めるためにこの場所に地蔵尊を建てて供養したそうです。今は車の行き交う道沿いに静かに佇んでいますが、ここには旧日光街道の流れとともに土地に刻まれた人々の記憶が残されています。草加宿の南の位置に立っている道しるべです。ここにある今用草加宿の道しるべは草加宿の歴史を今の街歩きへつなぐための目印です。草加宿は江戸時代に日光道中第二の宿場として栄え、現在の草加市のルーツともいえる場所でした。草加市ではこの旧町地区から草加松原へ続く一帯を歴史や文化を生かした町として再生する今用草加宿事業を進めているそうです。今用とは今風の現在視点でのという意味で、昔の宿場町を今の時代に生かしていこうという思いが込められているとのことです。目の前に見えてきた建物が草加市役所とその敷地内に残る朝御家の地蔵堂です。このお堂は旧日光街道に面して立ち、草加宿で呉服業や醸造業を営んだ豪商朝御家にゆかりのある地蔵堂です。堂内に安置された地蔵菩薩の左袖には1667年の造像を示す銘文が刻まれています。また言い伝えでは増水した堀を流れてきた地蔵を朝御家の先祖が拾い上げて祀ったことから子育て地蔵とも呼ばれてきました。街道のにぎわいと人々の祈りの両方を今に伝える場所です。市役所から10分程度歩いてきたところに見えてきたのは藤代家住宅となります。旧日光街道草加宿の中央付近に立つ商家で、街道沿いの歴史ある街並みを今に伝える建物です。街道に面した店舗は昭和11年1936年の建築で、その奥には明治初期の外黒と明治中期の内蔵が残されています。この3棟は国の登録有形文化財となっていて、草加宿らしい奥行きの深い町屋の景観を今に伝えています。街道を歩いているとこうした建物から宿場町の空気が立ち上がってくるようです。大川本陣跡と清水本陣跡、
か一瞬だけ映っています。素通りしてしまいました。ここ新名にある元祖源兵衛せんべいは草加せんべいを代表する老舗の一つです。公式案内では創業は明治3年とされ、大正天皇に献上した歴史も伝えられています。添加物を使わず、米や醤油などの素材にこだわりながら、今も受け継がれてきた製法で一枚一枚丁寧に焼き上げているそうです。日光街道の宿場町として栄えた草加では、せんべいの香ばしい香りが漂っていたのでしょうか。先に進みます。左手に久野家住宅店舗がありました。この建物は江戸時代末に建築されたとのことです。そして旧日光街道は目の前の新名地奥交差点を左に曲がります。ここは御船公園に立つ草加せんべい発祥の地域です。草加市の案内によると、この石踏みはせんべいに見立てた自然石で作られていて、草加せんべいの発祥の地を後世に伝えるために1992年平成4年に建立されました。公園なのでベンチもあり、休憩するにはちょうどいい場所です。目の前に茶色い建物が見えます。そして右手にあるのはお休み処なのでしょうか。中には入らなかったので分かりません。茶色い建物は放浪で周囲を見渡すために高く作られた櫓となります。常に見張りを置いて町中の火事発生の発見に努めるための施設なのだそうです。札場川岸公園はかつて綾瀬川の舟運でにぎわった川岸上の面影を再現した公園で、この望楼もその歴史を感じさせる存在として建てられたそうです。目の前にはインパクトのある建物が見えてきました。これは草加松原遊歩道に架かる矢立橋です。木目調の和風太鼓橋で百体橋と並んで草加を象徴する橋として整備されました。橋の名前は松尾芭蕉が奥の細道で記したこれを矢立の始めとしてという言葉に由来しています。上に立つと綾瀬川沿いに続く草加松原の景色を一望でき、街道の町としての草加と文学の舞台としての草加、その両方を感じられる場所です。草加松原は草加宿の北側、綾瀬川沿いに約 1.5 キロ続く美しい松並木です。一説には寛永7年1630年の草加宿が開かれた頃、あるいは天和3年1683年の綾瀬川の改修に合わせて松が植えられたと伝えられ、江戸時代から日光街道を代表する名所の一つとして知られてきました。松尾芭蕉の奥の細道にもつながる風景として評価され、2014年には国指定名所奥の細道の風景地の一つに指定されています。実際に歩いてみると、宿場町のにぎわいを抜けた先にこうした静かな並木道が続いていることに街道旅らしい余韻を感じます。今も街道の歴史と草加らしい景観を象徴する場所となっています。草加松原も 1.5 キロほど歩いてきて北端まで来たようです。目の前には東京外郭環状道路も近くに見えてきました。こうして草加松原を歩き終えてみると、草加宿のにぎわいとはまた違う街道の静かな表情が見えてきます。綾瀬川沿いに続く松並木は江戸時代から多くの旅人たちを見守ってきた風景であり、今もその面影をしっかりと残しています。宿場町を抜けた先にこうした落ち着いた景色が広がっていることに、日光街道の旅らしい奥行きを感じます。実際に歩いてみると、草加がただの通過点ではなく、宿場と景観の両方で旅人の記憶に残る町だったことがよくわかります。旧日光街道の道はこの先もまだ続いていきます。外環道を過ぎると旧日光街道の景色は変わります。綾瀬川の両側には住宅街となり、現代に引き戻された感覚になります。そして前方に見える蒲生橋を渡った目の前に一里塚があります。ここ蒲生の一里塚は旧日光街道の歴史を今に伝える貴重な史跡です。一里塚は江戸時代に街道沿いへ一里およそ4キロごとに設けられ、旅人の同定の目安や鎮馬鎮線の基準、そして休憩の場として使われました。文化年間の五街道噴火延べ図には東西一体の一里塚が描かれていますが、現在残っているのは東側の一基だけとなります。それでもこの蒲生の一里塚は埼玉県内の日光街道沿いに現存する唯一の一里塚としてとても大切に守られています。それではこの一里塚を後にし、次の宿場へと向かうため旧日光街道を先に進んでいきます。一里塚から10分ほど進んできたところには行代様と呼ばれる不思議な石塔があります。鳥のようにもカッパのようにも見える独特な姿をしていて、地元では古くからわしの神様とも言われてきました。大石には砂利道供養と刻まれており、宝暦7年
1757年に旧日光街道の大きな修理が行われた時、その完成を記念して建てられたものとされています。合わせて道を行く村人や旅人の道中安全を願い、わらじを備えて祈ったとも伝えられています。街道歩きの中でもとても印象に残る小さな守り神です。行代様からすぐのところに清蔵院があり、山門が立っています。この山門は寛永15年1638年に関西の交渉によって建てられたことが分かっていて、越谷市の有形文化財にも指定されています。欄間の竜の彫刻や光陵の彫刻には江戸初期らしい素朴な力強さが感じられるそうです。旧日光街道沿いを歩く中でも歴史の深さを実感できる貴重な建物です。この映像の奥の方に見えるのが山門です。この映像は決して取り損ねた映像を映しているわけではありません。何を映しているかというと、道を映しています。いや、その路面です。長い距離を歩いていると路面の少しの傾斜や凹凸がすごく気になってきます。排水溝の蓋窓も歩きにくく感じたりします。のようなことを考えながら歩いていると被写体を取り逃してしまいます。そして顔を上げて歩いていると南越谷駅近くの武蔵野線の高架橋となります。両足のかかと部分に少し違和感を感じています。これらは後に豆となってしまいます。南越谷駅を過ぎてから歩道が広くなります。かなり足に疲労が溜まっているのを感じます。体力的には全然余裕なのですが、足の裏の痛みが辛い状態にはなってきています。前回の東海道旅の時は数ヶ月ほど前からウォーキングをしていたのですが、今回は全くしていない状態で旅を開始したためなのか、かなり足の負担になってしまっている感じです。まだマメになっていないのが救いかもしれません。そして黙々と歩いていると前方では道が分岐しています。越谷宿はこの道を左方向に進んだ先となります。そして思った以上に分岐先の道は交通量が多いです。分岐からの先は歩道がなくなり、グリーンベルトとなってしまいます。グリーンベルト緑色路側帯は歩道のない道路の端を緑色に塗装し、歩行者空間を明確にして事故を防ぐ安全対策とのことです。でもこの路側帯を歩いている時に車が横を通過するのは少し怖いですね。前方に見えているのは旧日光街道から100メートルほど外れた場所となる越谷市中町の浅間神社にある欅です。幹回り7メートル、樹高およそ23メートル、幹は地上6メートルほどのところで6本に分かれ、上へ大きく枝を広げています。樹齢は約600年と推定され、越谷市の指定天然記念物であり、市内で最も大きな欅として知られています。神社そのものの歴史と合わせて、この大木もまた旧日光街道の町に積み重なってきた長い年月を今に伝える存在です。実物を見るととても大きくて見上げるのに首が疲れます。幹の太さと木の高さによる迫力があります。こちらは旧日光街道の越谷宿に残る主や小泉一右衛門宅です。先祖が漆を扱っていたことから主屋、あるいは主師という屋号を持ち、江戸時代の資料では不物荒物店として記されています。重厚な土蔵造りの建物は宿場町の商家らしい存在感があります。こちらは明治天皇大沢小休憩所の石踏みです。この石踏みは明治天皇が東北地方への巡行の途中、大沢宿本陣を務めた福井権右衛門宅で昇給されたことを伝えるものです。越谷市のデジタルアーカイブでは明治9年にこの本陣で昇給され、後に2023年3月に大沢橋田本の大沢宿城跡公園へ移設されたことが確認できます。歩き続けてきて、今旧日光街道は北越谷駅前を通過します。駅が目の前に見えます。本日のゴールがここだったらよかったのにと思いながら通過します。今歩いてきた越谷宿は江戸から日光へ向かう日光街道の3番目の宿場町として栄えた場所です。宿場町は旅人が泊まるだけの場所ではなく、人や馬、荷物を中継する交通の拠点でもありました。越谷宿もまた江戸と北関東を結ぶ重要な宿場として多くの人や物の流れを支えていました。天保14年1843年の記録では越谷宿には家数が1005軒あり、人口が4603人いました。宿の施設としては本陣が1軒、脇本陣が4軒、旅籠が52軒あったとされます。それだけ多くの旅人や紅葉の往来がこの町を行き交っていたことが分かります。本陣は
大名や公家、幕府の役人など身分の高い人たちが休泊する最も格式の高い施設でした。脇本陣はその補助を担い、旅籠は一般の旅人たちを迎える宿としてにぎわいました。越谷宿はこうした宿場の機能をしっかり備えた日光街道でも重要な町の一つだったのです。ただ越谷宿の町並みはそのまま残ったわけではありません。越谷宿は江戸時代から明治にかけて度重なる大火に見舞われました。特に明治7年1874年と32年1899年の火災は壊滅的な被害をもたらし、町並みの多くが灰燼に返しました。今見えている町並みは当時そのままではありませんが、旧日光街道の道筋や点在する古民家、蔵、そして史跡から宿場町だった頃の面影をたどることができます。越谷宿は大火を乗り越えながらも今なお街道の歴史を町の中に伝えている場所となっています。国道4号線と旧日光街道が交差する地点で腰掛けやすい場所があったので10分ほど休憩をしました。その際にかかとに豆ができたかのような痛みがひどかったので、本日は春日部宿まで進む予定でしたが諦めました。そして宿泊するより電車の往復料金の方がはるかに安いので一度帰宅します。現在地点から一番近い小袋駅で終了することとします。家に帰って足の状態を見たら水ぶくれができかかっていました。処置をして2日目に備えます。おはようございます。本日は2日目で天気は晴れです。気持ちのいい朝です。旧日光街道の徒歩旅は2日目の朝を迎えます。1日目はここ小袋駅で終了しましたので、この駅から再開します。目の前には1日目に離脱した旧日光街道の交差点が見えてきました。この交差点を左折して元のルートに戻り旅を再開します。ここ旧日光街道を歩いていると時々明治天皇の巡行に関する石碑や案内板に出会います。明治天皇の巡行とは天皇が複数の土地を巡る行幸のことで、特に明治5年から明治18年にかけて行われた6度の大規模な巡行は六大巡行と呼ばれています。江戸時代の天皇が御所で過ごすことの多かったのに対して、明治天皇は実際に地方へ赴き各地の状況を見て回ったことが大きな特徴でした。巡行は学校や兵営、産業の現場、開拓の様子、農作業の実演、神社仏閣、地域の名所などを実際に視察し、新しい時代の国家が地方とどう結びついていくのかを示す意味も持っていました。明治9年の東北・北海道巡行でも各地で物産や古書画、兵の総練、田植えの様子などが見られていたことが記録に残っています。巡行には主に馬車が使われていて、宮内公文書館の資料によれば明治天皇がお召しになった御両4人乗り割り幌馬車は明治9年の東北・北海道巡行をはじめ複数の巡行で実際に使われていました。区間によっては馬も使われ、さらに帰路では東大巡視船明治丸に乗って横浜へ戻ったことも確認できます。つまり長距離の移動は馬車や船などを使い、現地での視察の場面で降りてご覧になっていたと考えるのが自然となります。そして明治丸で横浜に無事にご帰着された7月20日を記念した海の記念日が今の海の日、7月の第3月曜日の由来となっています。この巡行の具部員もそれなりの数になります。明治9年の東北・北海道巡行では研究資料によると岩倉智美や木戸孝允らを含む具部員はおよそ230人でした。また明治11年の北陸・東海道巡行では政府要人300人余り、経営400人余り、その他を合わせて総勢800人余りというさらに大きな一行になった記録もあります。巡行とは天皇とともに政府高官や知事、経営、役人などが動く数百人規模の国家的行事だったのです。こうした巡行で宿泊や休憩のために使われた場所は安西所と呼ばれました。旧街道筋では本陣や脇本陣だった家、あるいはそれに準ずる有力な家が安西所として使われることが多く、宮内公文書館でも旧日光街道脇本陣だった小山の高橋家が安西所になった例が確認できます。つまり明治になっても江戸時代の宿場町の格式ある施設や家がそのまま巡行の受け入れ先として機能していたわけです。話の途中となりますが、前方に国道4号線が見えてきました。立教入口交差点で旧日光街道は国道4号と合流します。小袋から進んできたこの旧日光街道は歩道がほぼない状態だったので歩くのに少し不安を感じました。
まだ早朝でもあったため交通量が少なかったのだと思いますが、日中帯の交通量はどれほどなのでしょう。国道に合流して歩道が確保される道となり、安心して歩けます。この越谷宿から春日部宿の区間でも明治天皇は実際にこの道を通られています。明治9年1876年6月2日、明治天皇は東北北海道巡行のため東京を立ち、その日は草加の大川家を安西所としました。翌6月3日、草加を出発すると蒲生で馬車を止めて田植えの様子をご覧になり、その後大沢松で小休を取られています。さらに午前10時40分ごろ春日部に到着し、三枚橋地区の竹内彦右衛門宅で昼食を取られました。この竹之内家は幕末期に本陣を務めた旅籠高砂屋旅館で、春日部市の案内では脇本陣として紹介される地点でもあります。また話の途中となりますが、今度は国道4号のキロポストが見えてきました。 30km と書いてあります。日本橋から 30km の地点となります。次の宿場となる春日部まではあと 5km です。そしてこの歩道の目の前に道路標識がかなり低い位置あるように見えます。浅間台駅と書かれた案内標識です。手を伸ばすと届きそうなくらいです。浅間台駅の案内標識から数分進んできたところに橋があります。この橋を渡ったところに見えてきたのは春日部市の標識です。ここから春日部市に入ります。初日にたどり着きたかった場所です。でも春日部宿まではまだ距離はあります。そして次に見えてきたのが竹里駅の案内標識です。春日部駅の2個手前の駅となります。春日部宿の入り口まではまだ4キロほどあります。1時間くらいはかかりそうです。そういえば一里塚の間隔が4キロというのもなんだか都合が良い気がします。少しゆっくりした歩きだと4キロは1時間くらいで歩けるので、距離と時間の目安になります。話を戻します。越谷宿から春日部宿にかけての道でも明治天皇の休憩や食事には江戸時代の宿場町の中枢を担った家が使われていたことになります。このことからも明治の巡行が江戸時代から続く街道と宿場の仕組みを受け継ぎながら行われていたことがよくわかります。そして旧日光街道沿いに立つ明治天皇の石碑もこうした立ち寄りを後世に伝えるためのものです。ただしこれらの石組みは全て同じ人や同じ組織が一括して建てたわけではありません。地域ごとに地元の町村や関係者が明治天皇が休憩宿泊した場所を検証するために建てたものが多く、昭和初期にはそうした成績を記念する石踏みが各地で整えられていきました。また話の途中となりますが、目の前の道路標識には宇都宮 77km、 小山 47km、 古賀 33km とあります。今日は古賀までは進みたいのであと 33km、 先は長いです。右側に一里塚跡があります。便も一里塚跡です。8番目の一里塚となります。一里は約 4km なので日本橋から約 32km の地点となります。便も北交差点の目の前にあります。一里塚を過ぎてすぐのところに今度は一ノ割駅の案内標識があります。春日部駅の1個手前の駅まで来ました。ここから春日部宿の入り口まではほぼ直線となります。この辺りで時間は6時50分くらいで、小袋駅から歩いてだいたい1時間が経過したくらいです。一ノ割駅入り口交差点です。ここから駅までは少しだけ距離がありそうです。話を戻します。例えば草加では昭和9年に草加町が記念碑を建立したことが確認できます。こうして見ていくと明治天皇の巡行とは単なる通過ではなく、地方を実際に見て回る国家的な大視察でした。移動には馬車や船が使われ、同行した一行は数百人規模。宿泊や休憩には本陣や脇本陣だった家が安西所として使われ、旧日光街道の宿場町は明治になってもなお重要な役割を果たしていました。この道に残る石碑や史跡は江戸の街道が明治の新しい時代にも確かに生きていたことを今に伝えて、東武野田線の案内標識が見えてきました。野田線の高架橋をくぐると春日部宿の入り口はすぐそこです。目の前に道路標識が見えてきました。旧日光街道は県道2号の左方向に進みます。広い歩道は嬉しいです。
この一宮交差点を渡って左方向に進んでいきます。案内板の番号が2からとなっています。1は先ほどの道路標識の右側にあった八坂神社でした。こちらは春日部宿巡り案内板の2、東洋寺と玄徳寺のある場所です。この一帯はかつて新神殿と呼ばれ、宿場の中では比較的新しく開けた場所でした。東洋寺は元は文明年間に春日部八幡神社の東隣に開かれましたが、焼失の後、寛文2年1662年にこの地で中興したと伝えられています。向かいの玄徳寺もまた春日部宿の歴史を今に伝える寺の一つです。そして次に見えてくるのは脇本陣跡です。春日部宿巡り案内板の3、脇本陣跡です。文化会館前交差点の付近にはかつて水路があり、3枚の板石の橋が架けられていたため、この一帯は三枚橋と呼ばれていました。脇本陣は大名や高僧が宿泊・休憩する本陣の予備施設です。はじめは中宿の蓮沼屋庄兵衛が務めましたが、天保元年1830年からは旅籠屋を営んでいた高砂屋竹之内家が務め、嘉永2年1849年から幕末までは本陣となりました。明治になると明治天皇の東北巡行の際にご昼食所としても使われ、宿場の重要な場所であり続けたことが分かります。ここは本陣跡となります。本陣は宿場町の中でも最も格式の高い施設で、大名や高僧、公用の通行者たちが宿泊や休憩に使いました。春日部宿の本陣は時代の中で何度か場所を移しながら受け継がれ、最後は竹之内家が務めました。春日部宿が日光道中の中でも重要な宿場だったことを感じさせる場所です。公園橋西交差点の一角に春日部宿について説明されている解説板が設置されています。ここは問屋場跡です。問屋場は公用の旅人や荷物を運ぶために人足や馬を手配した宿場の重要な施設でした。春日部宿では人足35人、馬35匹の常備が課せられていたといいます。宿場町の表からは見えにくい実務の中枢を担った場所でした。目の前にはかなり時代を感じる建物が見えてきました。こちらは長島庄兵衛商店さんです。公式サイトによると創業は慶長年間、現在の本店所在地でおよそ400年にわたって米穀業を営んできた老舗とのことです。20代にわたって商いが受け継がれ、今の建物も明治初期のものとされています。旧日光街道沿いに残る春日部宿の商いの歴史を今に伝えている一軒となります。見えてきたのは浜島家住宅土蔵です。元米問屋の座敷像で明治前期の建築とされる旧春日部宿の数少ない遺構となります。外壁は黒漆喰塗りで、三瓦葺きの屋根や鬼瓦などにも関東地方の土蔵造りらしい特徴が残っています。春日部市の案内では戦前まで里屋の屋号で冷国商を営んでいた浜島家の土蔵とされ、1階は座敷、2階は使用人の部屋兼倉庫として使われていたと紹介されています。旧春日部宿の商家の面影を今に伝える大変貴重な建物です。こちらは考察場跡です。この場所はもともと日光道中と寺町通りが分かれる三差路で、人も集まる要所だったことから、幕府の触れ書きや法令を掲示する考察場が設けられていました。現在は交差点の風景になっていますが、かつては宿場町の情報が集まる大切な場所だったのです。こちらは新町橋とか三木象菓子跡です。新町橋は江戸時代には大橋と呼ばれた板橋で、古利根川に架かる春日部宿唯一の橋でした。そしてこの上流には上木象菓子という船着き場があり、米や生活物資を運ぶ小型の高瀬船などが行き交っていました。ここは春日部宿が街道の宿場であると同時に舟運の拠点でもあったことを伝える場所となります。上木象菓子石垣跡地はとても分かりにくい場所にありました。新町橋の上流には江戸時代に上木象菓子と呼ばれる船着き場がありました。ここでは古利根川の水量が多い時期に小型の高瀬船などを使って米や生活物資が運ばれていたといいます。つまり春日部宿は街道の宿場町であるだけでなく、川の交通ともつながる物流の拠点でもありました。現在も長方形の石を積んだ切り込み萩の石垣が一部残っていて、当時の川岸上の姿を今に伝えています。上木象菓子の石垣跡を後にして、ここからさらに北へ進んでいきます。本陣や脇本陣、問屋場、
川岸城などを備えたこの町は街道の宿場であると同時に川の交通とも結びついた重要な拠点でした。今では当時の町並みそのままではありませんが、道筋や史跡をたどっていくと宿場町として栄えた春日部の歴史が今も確かに感じられます。その歴史を感じながら旧日光街道の道筋をたどって次の宿場町杉戸宿方面へ向かいます。ここは追分となります。春日部市小淵にある小淵追分です。旧日光道中から関宿道が分かれる大切な分岐点でした。今も残る道しるべには宝永6年1709年に左足州道右関宿道と刻まれています。宿場町をつなぐ道の歴史がこうした小さな石碑の中にも今も残されています。ちなみに関宿は千葉県の北端部郡で千葉郡の花の先の位置になります。そして関宿は江戸時代には城下町として栄えていました。現在その場所には1995年に建てられた茂木櫓があります。小淵追分を左に進むと目の前に国道4号が通っており、これに旧日光街道は合流します。再度歩道が確保された通りとなり、安心して歩くことができるようになります。目の前の道路標識にもあるように国道4号に合流してすぐのところに国道16号線と交わる小淵交差点があります。小淵交差点を過ぎてすぐのところに道路標識が見えてきました。宇都宮まで71キロ、小山まで41キロ、古賀まで27キロと書いてあります。本日の目標である古賀までは27キロとなりました。でもまだまだ距離はあります。北春日部駅と書かれた案内標識がコンビニの横に立っています。この案内標識の高さには少し圧迫感を感じてしまいます。この 1.2km とは先の方に見える交差点からの距離なのでしょうか、標識からの距離だったのでしょうか。駅には向かわないからどちらでもいいのですけど、少しだけ気になりました。この辺りからは畑なども多くなり、周囲は開け始めてきます。そして前方に案内標識が見えてきました。杉戸松と書かれています。ここから杉戸宿までは4キロほどありそうです。そして杉戸町に入ってすぐのところに地球儀のモニュメントが設置されています。ここはスキスキスギート36とのことです。旧国道4号沿いのパーキング施設で、この場所がちょうど北緯36度に位置することから名付けられたそうです。現地案内によるとスキスキスギート30億という名前は公募の中から選ばれたものだそうです。旧日光街道を歩く旅の中では宿場町や一里塚のような歴史の史跡が続きますが、ここは少し雰囲気が違って現代の杉戸らしさを感じさせる場所です。スキスキスギート30億から1キロほど歩いてきたところで旧国道4号線から旧日光街道は外れます。この通りに入ると人も交通量もほとんどない状態になりますが、昔はここに多くの人たちが行き交っていたのでしょうか。そしてこの通りには本寺境内にある日光街道の道しるべがあります。この石塔は天明4年1784年に地元の農民42人が協力して建立したもので、庚申島を兼ねた道しるべとして知られています。正面には庚申信仰を示す正面金剛が刻まれ、側面には左日光右江戸の文字が見られます。つまりここは庚申島としての祈りと旅人に行き先を示す実用の目印でもあったわけです。旧日光街道を歩いていると、こうした石塔からも昔の人々の祈りと旅の記憶が伝わってきます。今歩いているこの道は一般には日光街道と呼ばれています。ただ江戸幕府の公的な呼び名では日光道中という名前が使われていました。五街道も正式には東海道、中山道、甲州道中、奥州道中、そして日光道中とされていて、幕府の制度の中では街道ではなく道中という呼び方が基本でした。この呼び方には少し歴史があります。江戸時代の初め頃には日光街道や日光道中という表現が混在していたことが研究資料から分かっています。その後18世紀の初め頃までに幕府の呼称整理が進み、公的には日光道中が定着していきました。今私たちがよく使う日光街道という呼び名は後の時代に一般化した呼び方と考えるのが自然です。ではなぜこの道がそれほど大切だったのでしょうか。一番大きな理由はこの道が徳川家康を祀る日光へ向かう道だったからです。
家康が亡くなった後、日光は徳川将軍家にとって特別な聖地となり、将軍が東照宮へ参拝する日光社参が繰り返し行われました。将軍家の社参は19回にわたって実施されたとされ、この道は単なる旅の道ではなく、幕府の威信と信仰を示す道でもあったのです。日光道中が特別だったことは、道の整備のされ方からも分かります。江戸を中心に五街道が放射状に整えられる中で、日光道中も幕府の直轄的な管理を受ける重要な行動として位置づけられていました。しかも江戸から宇都宮までは奥州道中と同じ道筋を通るのに、それでも日光の名が前面に出ているのは、幕府にとって日光という目的地がそれだけ特別だったことを示しています。そしてこの道を通ったのは将軍だけではありません。大名や幕府の役人、飛脚、商人、一般の旅人たちもこの道を行き交い、沿道の宿場町は大いに栄えました。宿場は泊まるためだけの場所ではなく、人や荷物を次へ送る交通の中継地であり、情報や文化が集まる町でもありました。つまり日光道中は政治と信仰のための道であると同時に、人々の暮らしを支える生活と物流の道でもあったのです。こうして見ていくと、この道は単なる日光へ向かう道路ではありません。江戸幕府の正式な呼び名では日光道中。将軍の日光社参を支え、宿場町を育て、人や物、信仰や権威の流れを運び続けた特別な意味を持つ街道でした。だからこそ今この道を歩くことは、ただ昔の道をたどるだけではなく、江戸という時代の仕組みそのものを足元から感じる旅でもあります。目の前には国道4号線が見えてきました。そしてその国道の手前に原標があります。堤郷村道路原標です。道路原標は大正時代に各市町村ごとに設けられた道路の基準点で、町や村の中心を示す目印でもありました。この堤郷村という名前は、今の杉戸町になる前の旧村名を伝えるもので、かつてこの地域が堤郷村だったことを今に伝えています。街道を歩いていると、こうした小さな石標からも地域の歴史の移り変わりが見えてきます。目の前に国道4号のキロコストが見えてきました。40km と書かれています。ここは日本橋から 40km の地点となります。そして去ってまでは 9km とありますが、その手前にある杉戸宿に向かいます。これから向かう杉戸宿が宿場として整えられたのは元和2年1616年とされ、2016年には開塾400年を迎えました。宿場町というと旅人が泊まる町というイメージがありますが、一番重要だった役割は人や荷物を次の宿場へ送り出す陣馬の継ぎ立てです。そのため宿場には問屋場が置かれ、杉戸宿では常備する人足が25人、馬が25匹と定められていました。利用者が多くて足りない時には周辺の村々がスケボーとして補う仕組みもありました。つまり杉戸宿は旅の休憩地というだけではなく、街道交通を実際に動かす実務の拠点でもあったのです。江戸時代後期の杉戸宿はかなり整った宿場町でした。天保14年1843年頃の記録では、宿の長さは16町55軒、家数365軒、人口1663人。さらに本陣が1軒、脇本陣が2軒、旅籠が46軒ありました。旅籠の数は人口の割に多く、杉戸宿が江戸を出た旅人にとって1日目の宿泊地としてちょうど良い場所だったとも考えられています。実際に大名が泊まるときには、家臣たちがどの旅籠に泊まるかまで細かく宿割が決められ、町全体で受け入れていたことが分かっています。本陣は大名や公家、幕府の役人など身分の高い人が休泊する最も格式の高い施設でした。脇本陣はその補助を担い、一般の旅人たちは旅籠を利用しました。杉戸宿では本陣と脇本陣が中町に置かれ、上町には小宇薩場、下町には問屋場があったとされます。また杉戸宿は宿場としてだけでなく、周辺の村々とも深く結びついた地域の中心地でした。資料では杉戸宿の村方として上杉戸、川原、舎人、雅楽、与左衛門、内倉、十八町、内田、谷中、船堀などの農村部も含まれていたことが示されています。宿場の帳場だけでなく、その周辺の村々も合わせて杉戸宿の機能を支えていたわけです。街道の町というのは一本道の町並みだけで成り立っていたのではなく、周りの農村や人々とのつながりの中で動いていたことが分かります。さらに杉戸宿の町の造りには防御のための工夫も見られました。
宿場の出入り口では道をまっすぐ通さず、あえて折れ曲がらせるマス型の構造が設けられました。これは敵が一気に入りにくいようにするための町づくりで、日光道中では北側の宿場に多く見られる特徴だとされています。杉戸宿もまた単に泊まるための町ではなく、交通と防御の両面を意識して整えられた宿場町だったのです。案内板が見えてきました。ここは三本木一里塚跡で10番目の一里塚となります。一里塚は江戸時代に街道沿いへ一里ごとに築かれた道しるべで、旅人にとって距離を知る大切な目印でした。今は塚そのものは残っておらず、案内板がその場所を伝えています。西寺2丁目交差点を過ぎた前方右手に歴史を感じさせる建物が見えてきます。こちらは豊島屋関口式右衛門邸です。杉戸町の案内では江戸時代を思わせる佇まいの大きな古民家として紹介されています。創業は1822年、文政5年。近年は関口酒造の屋号で親しまれ、長く杉戸宿の老舗として商いを続けてきました。また明治天皇の東北巡行の際には当家の井戸水が御前水として使われたとも伝えられています。今は閉業していますが、その建物からは宿場町の歴史と商いの記憶が今も静かに感じられます。杉戸宿に復元された考察場があります。考察場とは江戸時代に幕府や領主が出した法令、禁制、触れ書きなどを掲示する場所で、宿場町では多くの人が行き交う目立つ場所に置かれました。杉戸宿では上町の東端付近にあったとされ、町の秩序を保つための大切な設備だったことは分かります。現在の考察場は杉戸宿開塾400年を記念して復元されたもので、杉戸宿の歴史を今に伝えるシンボルの一つになっています。杉戸宿の歴史を見ていくと、宿場のにぎわいだけでなく、町の中に根付いた寺社や商家の存在も重要です。例えば宝生院は杉戸宿とともに長く地域の暮らしを支えてきた寺院で、法要だけでなく戸籍の把握、寺子屋教育、旅籠屋の代わりなども担ったと紹介されています。東福寺もまた杉戸宿と清治村の境に位置し、明治期には町役場が置かれたこともあったとされます。つまり杉戸宿はただ旅人のためだけの町ではなく、地域の行政や教育、信仰とも結びついた町でもありました。また今の杉戸宿周辺には近世から近代、そして現代へ続く商いの流れも残っています。旧道沿いには昭和初期の建物や古民家が点在し、シミヤのように蔵を残す商家もあります。さらに鎌屋の名手力士のように江戸時代創業の商いが今につながっていることも杉戸宿の町らしさの一つです。こうした老舗や建物を見ていると、杉戸宿が単に過去の宿場町ではなく、歴史が今の暮らしの中に静かに続いている町だということが実感できます。今ではもちろん江戸時代の町並みがそのまま残っているわけではありません。それでも旧日光街道の道筋を歩いていくと、本陣跡や脇本陣跡、問屋場跡、考察場跡、寺社、古民家など宿場町の記憶が町のあちこちに残っています。横断歩道の前に本陣跡があります。本陣とは大名や公家、幕府の役人など身分の高い人々が宿泊や休憩に使った宿場町で最も格式の高い施設です。杉戸宿では長瀬家が長く本陣を務めていたことが杉戸町の案内で紹介されています。宿村対外町には建坪およそ166坪半と記され、かなり大きな屋敷だったことが分かります。今も王子を忍ばせる門構えが残り、杉戸宿の歴史を静かに伝えています。こちらは杉戸町に残る渡辺金物店跡です。杉戸町の案内によると、渡辺金物店は横丁の名士渡辺家から分家した先々代が創業し、平成に入って看板を下ろされました。営業当時は格子のついたてに囲まれて店主が座る姿が印象的だったと伝えられています。建物の中には両土間、戸棚、古道具などが残り、今も古い商家ならではの空気が感じられるそうです。現在は築100年以上の古民家旧渡辺金物店として活用が進められ、杉戸宿の歴史を今につなぐ場所にもなっているそうです。歩いているとカーブの手前に去って方面と久喜方面の掘られた道しるべがあります。そしてカーブのところには時代を感じる建物が建っています。旧日光道中沿いに残る門国跡小島貞右衛門邸です。宿場の特徴の一つである枡形、その道沿いに堂々とした風格を見せる古民家として杉戸町の案内でも紹介されています。屋号の門国は
増形の通りの角にある米国問屋を意味するとされ、創業は2代目小島貞右衛門によるそうです。日本橋柿柄町や門前仲町なども商店と情報を共有し、相場の変動に合わせた米取引を行い、輸送には近くを流れる古利根川も利用していたそうです。前方右手に時代を感じる立派な建物が見えてきます。旧日光街道沿いに残る渡辺勘左衛門邸となります。渡辺勘左衛門家は1722年享保7年に杉戸宿へ移り住んだ旧家で、多くの農地を持ち小作人を抱える一方、江戸中期以降は質屋業も営んでいたそうです。明治になると1896年の大地主名簿にも名を連ね、1900年には杉戸銀行も設立に関わるなど、地域の経済を支える存在となります。さらに小学校や農業学校の設立にも大きく貢献していて、この屋敷は杉戸宿の宿場町としての歴史と近代の地域発展の両方を感じさせる場所となります。杉戸宿を後にして幸手宿、栗橋宿、中田宿を経由し古賀宿へ、江戸から日光へ続く旧日光街道をさらに北へと進んでいきます。道はやがて国道4号へ合流し、そこから30分ほど歩くと幸手市へ入ります。幸手市に入ってすぐのところには東武日光線の杉戸高野台駅があります。杉戸高野台駅から歩いて5分ほどのところにココスがあったので、ここで休憩を兼ねて少し早めの昼食にすることにしました。時刻はちょうど10時頃。開店して間もない時間だったので、店内はまだ空いていてゆっくり休むことができました。旧日光街道を進んでいくと、幸手市南公民館の近くに小さな石柱が立っています。これは上高野村道路原標です。道路原標とはその市町村における道路の起点を示す標識のことです。ここを基準にして他の場所までの距離が測られていました。江戸時代の街道では日本橋を起点に一里塚が置かれ、旅人は距離を知ることができました。そして時代が明治、大正へ進むと、近代の道路制度の中で各市町村に道路原標が置かれるようになります。この上高野村道路原標も合併前の旧上高野村時代のものと考えられています。もともとは御成街道沿い、石井酒造前の橋のたもとにありましたが、平成2年の歩道工事の際に旧日光街道沿いでもある現在の場所へ移されました。小さな石柱ではありますが、江戸の街道から近代の道路へ、この道が旅人の道から地域を結ぶ道路へと変わっていったことを伝える貴重な痕跡です。旧日光街道沿いにひときわ目を引く古い建物が残されています。こちらは岸本家住宅母屋です。岸本家はかつて幸手宿で醤油醸造業を営んでいた商家でした。この母屋は江戸時代末期に建てられたとされ、現在は国の登録有形文化財に登録されています。建物は旧日光街道に面して立ち、正面には店として使われた部分が残されています。旅人や地元の人々が行き交った街道沿いで商いが行われていた当時の雰囲気を今に伝えています。幸手宿は日光道中の江戸から数えて6番目の宿場町。宿場には旅人だけでなく商人や荷物も集まり、街道沿いにはこうした商家が並んでいました。岸本家住宅母屋はただ古い建物というだけではなく、幸手宿が宿場町として栄えていた時代の空気を感じさせてくれる貴重な町屋建築です。ここは日光道中の宿場町幸手宿です。幸手宿は江戸日本橋から数えて6番目の宿場町でした。日光道中が整備される以前から、この地域は利根川水系の舟運や古くからの道の往来によって交通の要衝として栄えていたと言われています。そして江戸時代、幕府によって日光道中が整えられると、幸手は宿場町として正式に役割を担うようになりました。幸手宿が重要だった理由の一つは、ここが日光道中と日光御成道の結節点だったことです。日光御成道は徳川将軍が日光東照宮へ社参する際に通った将軍専用街道という性格を持つ道でした。江戸の本郷追分から岩淵、川口、鳩ヶ谷、岩槻を通り、幸手の手前上高野付近で日光道中に合流します。つまりこの幸手の周辺では一般の旅人や商人が行き交う日光道中と将軍の日光社参に関わる道が重なっていたのです。かつての幸手宿には旅人を泊める旅籠や荷物や陣馬の釣り立てを行う問屋場、宿場の中心となる本陣などが置かれ、街道沿いには商家が並んでいました。幸手宿は城下町に併設された宿を除くと千住宿、
越谷宿に次ぐ規模を持つ宿場だったとも言われています。それだけ多くの人や荷物がこの町を通っていたということです。今の去っての町を歩いていると、当時の宿場そのものがそのまま残っているわけではありません。けれど旧日光街道沿いには像造りの建物や古い商家の面影が点在しています。例えば幸手市中2丁目に残る岸本家住宅母屋は、かつて醤油醸造業を営んでいた商家の建物で、江戸時代末期の建築とされています。こうした建物を見ると、幸手宿がただ旅人を泊めるだけの場所ではなく、商いと暮らしが息づく町だったことが感じられます。また幸手といえば権現堂桜堤もよく知られています。もともとは水害から町を守るための堤でしたが、後に桜が植えられ、現在では多くの花見客でにぎわう名所となりました。私が歩いた時期もちょうど桜の季節で、堤には見事な桜が咲き、たくさんの屋台と人々でまるで春祭りのような雰囲気に包まれていました。江戸時代の旅人たちはこの幸手宿で休み、栗橋方面へ向かってさらに北へ進んでいきました。その先には利根川の渡しと日光道中唯一の関所である栗橋関所が待っています。そう考えると幸手宿は江戸から北へ向かう旅の中で、いよいよ利根川越えを意識し始める場所だったのかもしれません。将軍の道と旅人の道が重なり、商家が並び、人々が行き交った幸手宿。今は静かな街並みの中にその名残が少しずつ残されています。旧日光街道を歩いていると、こうした何気ない街の風景の中にも江戸時代から続く道の記憶を感じることができます。ここには問屋場がありました。問屋場は宿場で人馬の継ぎ立てや荷物の受け渡しを行う交通の中心となる場所でした。江戸と日光を結ぶ日光道中では、多くの旅人や荷物が幸手宿を通過しました。この場所は幸手宿が宿場町として機能していたことを伝える大切な跡地です。この先に幸手宿の本陣跡があります。本陣とは大名や幕府の役人など身分の高い人々が宿泊や休憩に利用した宿場の中でも特別な施設でした。幸手宿は日光道中の江戸から数えて6番目の宿場町です。旅人や商人だけでなく、日光へ向かう大名や関係者もこの宿場を通っていきました。現在は当時の建物は残っていませんが、この場所に立つとかつて幸手宿が街道交通の重要な拠点だったことを感じることができます。このカーブに幸手の一里塚跡があります。一里塚は江戸の日本橋を起点に一里およそ4キロごとに置かれた距離の目印でした。幸手の一里塚は日本橋から12里およそ48キロの地点にあたり、かつては街道の両側に塚が築かれ、えのきが植えられていたといいます。今は当時の姿そのものは残っていませんが、この場所は旅人たちが日光までの道のりを確かめながら歩いた街道の記憶を伝える場所です。ここから先、道はいよいよ栗橋、そして利根川の渡しへと向かっていきます。旧日光街道は幸手を抜けると再度国道4号と合流します。そして前方に標識が見えてきました。文字が薄くなっていますが、宇都宮 59km、 小山 29km、 古賀 15km と書いてあります。本日の目標は古賀なのであと 15km です。日光道中を栗橋方面へ進む途中、幸手でぜひ立ち寄りたい場所があります。それが権現堂桜堤です。私が歩いた時期はちょうど桜の季節でした。堤には見事な桜並木が続き、道の両側には桜を見に来た多くの人々の姿がありました。旧日光街道を歩く旅の途中で、ここだけ一気に空気が華やかになります。それまでの宿場町や街道の風景とは少し違い、春の観光地に入り込んだような雰囲気です。そして桜と同じくらい印象的だったのが屋台の数です。焼きそば、たこ焼き、甘いもの、飲み物、道沿いにはたくさんの屋台が並び、まるで旅の途中で大きな春祭りに出会ったような気分になりました。しかしこの権現堂堤はもともと花見のために作られた場所ではありません。元は権現堂川の水害から町を守るために築かれた堤防でした。江戸時代には幸手周辺だけでなく、江戸を水害から守る重要な堤として管理され、御船井お囲い堤とも呼ばれていました。つまりこの美しい桜堤には治水の歴史というもう一つの顔があるのです。その堤が桜の名所へと変わっていくのは大正時代のことです。大正9年
1920年に地域の人々がこの由緒ある堤を後世に残そうと桜を植え始めました。やがて桜は成長し、昭和初期には多くの花見客が訪れる名所となっていきます。当時は臨時電車が出るほどのにぎわいで、露店や興行も並んだといいます。江戸を水害から守った堤が今では春になると多くの人々を集める桜の名所になっている。そう考えると、目の前の桜並木もただ美しいだけではなく、長い時間をかけて地域に守られてきた風景なのだと感じます。日光道中の旅では、宿場町の歴史だけでなく、こうした土地の変化にも出会うことができます。権現堂桜堤は、去っての春の華やかさと町を守ってきた堤の歴史が重なる印象的な場所でした。中川を越えて旧日光街道を歩くと風景はガラッと変わります。旧街道らしい道幅となり、交通量もほとんどありません。畑が多く視界に入るようになってきます。歩いている先には道の分岐、追い分けのようなものが見えてきました。こちらは幸手市外郷間にある日光街道の道しるべです。江戸時代の安永4年1775年に建てられたもので、日光道中と筑波道の分岐点を示していました。正面には右筑波道、左側面には左日光道と刻まれています。さらに右側面には川妻道、前林道を示す文字も刻まれており、この場所から複数の道が分かれていたことが分かります。今では小さな石の道しるべですが、江戸時代の旅人にとっては進むべき道を教えてくれる重要な案内板でした。ここに立つと、日光へ向かう旅人、筑波へ向かう人々、近隣の村へ向かう人々が行き交った街道の分岐点の姿が想像できます。南栗橋方面へ進むと、視界が大きく開け、田畑の多い風景に変わります。この辺りは利根川や中川が作った低く平らな土地で、江戸時代には神殿開発も進められました。そのため昔の旅人も今と同じように広い田園風景の中を歩いて栗橋宿へ向かったのかもしれません。現在の久喜市では米を中心に麦、大豆、野菜、いちご、梨などが作られています。宿場町の歴史だけでなく、こうした農村の景色も日光道中の大切な表情の一つです。南栗橋から栗橋宿へ向かって歩いていきます。この辺りは視界が開け、田畑の多い関東平野らしい風景が広がっています。しかしこの静かな道の先には、江戸時代から明治時代にかけて日本の大きな歴史が通り過ぎた場所があります。まず思い浮かぶのは徳川将軍の日光社参です。日光社参とは、徳川将軍が日光東照宮へ参拝するために行った大規模な行列のことです。日光東照宮には徳川家康が祀られています。そのため将軍が日光へ向かうことは単なる参拝ではなく、徳川家の権威を示す大切な行事でもありました。将軍の行列は非常に大規模で、道中の宿場や村々にとっても大きな出来事でした。栗橋周辺では普段は渡し船で越えていた利根川に、将軍の通行のためだけに一時的な橋が架けられました。それが船を何隻もつないで作る船橋です。船の上に木や竹を渡し、巨大な仮設の橋として将軍の行列を通しました。普段は川を船で渡るしかなかった場所が、将軍社参の時だけ特別な道へと姿を変えたのです。そして時代は江戸から明治へ移ります。栗橋は明治天皇の巡行とも関わりのある土地です。明治天皇は東北方面への巡行の際に栗橋を訪れ、旧本陣で休憩したと伝えられています。かつて将軍の行列が通った道を明治になると今度は天皇が通る。栗橋周辺は江戸から明治へと時代が移り変わる場面にも登場する場所でした。さらに明治時代になると交通の姿は大きく変わります。かつて船で渡っていた利根川に鉄道の橋が架けられました。明治19年利根川鉄橋の開通式では、明治天皇がこの地を訪れたとされています。渡し船で川を越えた江戸時代、将軍のために船橋が架けられた時代、そして鉄道橋によって人や物が一気に移動できるようになった明治時代。栗橋へ向かうこの道は一見すると静かな田園地帯の道です。しかしその先には宿場と関所、利根川の渡し、将軍の社参、明治天皇の巡行、そして鉄道の時代へと続く大きな歴史の流れが重なっています。もう少し進むといよいよ栗橋宿です。江戸時代の旅人たちも
この辺りを歩きながら利根川の私と関所を意識していたのかもしれません。現代でもこのように周囲が開けていて遠くを眺めることができる景色ですが、江戸時代はどのくらい開けた景色だったのでしょう。そしてこの街道には当時どれだけの人々が行き交っていたのでしょう、などと考えながらこの道を歩いていました。田畑の広がる道を歩いていると、前方にかなりの高さの高架橋が旧日光街道を横断しています。東北新幹線で1982年に開業し、現在は東京都心青森を結ぶ JR 東日本管内で最も長い距離を持つ新幹線の高架橋となります。かつては何日もかけて進んだ街道を今は新幹線が一瞬で通り過ぎていきます。この場所は江戸の旅と現代のスピードが交差する旧日光街道らしい面白い風景です。ふと考えると、大名行列や将軍の日光社参の人数を現代の新幹線に乗せたら何本必要になるのでしょう。ちょっと気になりました。これはまた別の動画でじっくり比べてみたいテーマです。目の前はまるで壁で行き止まりのように見えます。道を間違えたのでしょうか。近づいてみると左側へ道が続いていました。どうやらこの道も旧日光街道のようです。この辺りでは旧日光街道を国道125号と県道12号が横断しているため、道が少し分かりにくくなっています。左に曲がってすぐのところにトンネルがあるので、そこをくぐり再び右へ曲がります。かつての街道はこの辺りをまっすぐ進んでいたのでしょうか。現在は道路によって道筋が変わり、少し回り込むような形になっています。そしてここから2分ほど歩くといよいよ栗橋宿の入り口です。道は直角に曲がる形になっていて、可燃手のようにも見えます。その角を曲がってすぐのところにお地蔵様が立っています。こちらは栗橋東に残る石仏宝楽地蔵です。宝永7年1710年に建立された地蔵菩薩で、現在は久喜市の指定文化財となっています。地元では江戸時代に関所破りをした人々を供養するために建てられたと伝えられています。栗橋には日光道中唯一の関所があり、人や荷物の往来が厳しく取り締まられていました。お堂には多くの宝禄が奉納されています。宝禄とは豆や茶などを煎じるための浅い土鍋のことです。実際に栗橋で火炙りが行われた記録は確認されていないそうですが、この宝楽地蔵は関所の町栗橋に残る伝承を今に伝えています。ここは日光道中の宿場町栗橋宿に入りました。栗橋宿は江戸日本橋から数えて7番目の宿場にあたります。日光へ向かう旅人にとってこの栗橋はとても重要な場所でした。その理由は、ここが単なる宿場町ではなく、利根川を越えるための渡し場、そして関所を備えた交通と防備の用意所だったからです。江戸時代、現在のように利根川には橋がかかっていませんでした。旅人たちは栗橋宿から対岸の中田宿へ向かうため、某川の渡しと呼ばれる渡し船を利用して川を越えていました。人だけでなく荷物や馬も船で運ばれていたといいます。今では橋や鉄道であっという間に渡れる利根川ですが、当時の旅人にとってはこの川を越えること自体が旅の大きな節目だったのでしょう。そしてこの渡し場と深く結びついていたのが栗橋関所です。江戸時代には大川戸中田御関所と呼ばれ、日光道中で唯一の関所とされていました。関所では江戸へ武器が持ち込まれることや、江戸に置かれていた大名の妻子が国元へ逃れることを防ぐため、人や荷物の出入りが厳しく調べられました。いわゆる入り鉄砲に出女を取り締まる幕府にとって重要な場所だったのです。栗橋宿を歩いていると今は静かな街並みに見えます。しかし江戸時代、この場所には旅人、商人、荷物を運ぶ人々、そして関所を通る緊張感がありました。宿場で休み、関所で調べを受け、渡し船で利根川を越える。栗橋宿は日光道中の旅の中でも江戸から北へ向かう道が大きく表情を変える場所だったのです。栗橋宿を歩いているとかつての関所跡にたどり着きます。栗橋関所跡です。江戸時代の日光道中に置かれた唯一の関所でした。正式には某川戸中田御関所と呼ばれます。これは栗橋宿と対岸の中田宿を結ぶ利根川の渡し場が某川の渡しと呼ばれていたことに由来します。関所の役割は江戸を守ることでした。特に江戸へ武器が入ること、
そして江戸に置かれていた大名の妻子が国元へ逃れることを防ぐため、人々の通行は厳しく改められました。いわゆる入り鉄砲に出女です。今は静かな場所ですが、江戸時代の栗橋は宿場、渡し、関所が重なる日光道中の重要な要所でした。この関所跡の近くに本陣跡があったそうですが、利根川スーパー堤防工事のため撤去されたとのことです。本陣とは大名や幕府の役人など身分の高い人々が宿泊や休憩に利用した宿場の中でも特別な施設でした。栗橋宿の本陣を務めたのは池田家とのことです。池田鴨之助は並木五郎兵衛と共にこの地を開墾し、後の栗橋宿の基礎を築いた人物とされています。池田家は栗橋宿が開かれた当初から江戸時代を通じて本陣役を務めました。つまりこの場所は栗橋宿の中心であり、宿場の歴史そのものを伝える場所でもあります。関所跡を出てすぐのところに階段で登る場所があったみたいですが、気づかずに少し遠回りをしてしまいました。左手には関東を代表する大河である利根川が流れています。そしてこの川にかかっている橋は利根川橋となります。今ではこの橋を渡ればあっという間に対岸へ行くことができます。しかし江戸時代の旅人にとってこの利根川は簡単に越えられる場所ではありませんでした。当時栗橋宿と対岸の中田宿を結んでいたのは某川の渡しと呼ばれる渡し船となります。旅人はここで船に乗り、荷物も時には馬も川を渡っていきました。そしてこの渡し場と深く結びついていたのが栗橋関所となります。正式には某川戸中田御関所と呼ばれ、日光道中で唯一の関所でした。江戸時代利根川には普段常設の橋はありませんでした。ただし徳川将軍の日光社参の時には船を何隻もつないだ仮設の船橋が架けられました。普段は船で渡るしかなかった川が将軍の行列のためだけに一時的な道へと姿を変えたのです。明治になると交通の姿は大きく変わります。明治19年1886年には利根川鉄橋が完成し、鉄道がこの川を越えるようになりました。さらに大正13年1924年には道路橋の利根川橋が開通します。渡し船で越えた江戸時代、鉄道橋がかかった明治時代、そして道路橋で人や車が行き交う近代へ。栗橋の利根川は宿場、関所、渡し、そして橋の時代へと移り変わる日光道中の大きな節目となる場所でした。橋の途中で茨城県の古河市に入りました。利根川を渡り茨城県古河市の中田へ入りました。渡ると旧日光街道はすぐに左に曲がります。道は緩やかな下り斜面となっていて、その先は右へカーブしています。そこには大川戸と中田関所跡の案内板があります。江戸時代栗橋宿と中田宿の間には現在のような橋はありませんでした。旅人は大川戸と呼ばれる渡し船で利根川を越えていました。そしてこの渡し場と深く結びついていたのが日光道中で唯一の関所です。江戸時代には栗橋と中田を結ぶ渡船場の名を取って某川戸中田御関所と呼ばれていました。後に関所は栗橋側へ移されたため、現在では栗橋関所として知られることが多くなっています。しかし中田川にも私と関所の記憶が残されています。関所は明治2年1869年に廃止されました。栗橋宿で関所を通り某川の渡しで利根川を越え中田宿へ入る。ここは江戸時代の旅人にとって武蔵野国から下総国へ入る大きな節目となる場所でした。関所跡から歩いてきて利根川堤交差点を渡ったところに中田宿の開設板がありました。中田宿は日光道中の江戸から数えて8番目の宿場とされ、栗橋宿とは利根川を挟んで向かい合っていました。江戸時代旅人は某川の渡しで利根川を越え中田宿へ入りました。規模は栗橋宿ほど大きくありませんでしたが、川を越えた旅人を受け入れ地の古河宿へつなぐ大切な宿場でした。当時の宿場は現在の利根川橋の下付近にあり、河川改修によって町は現在地へ移されたと言われています。中田宿へ入ると鶴ヶ峰八幡宮があります。鶴ヶ峰八幡宮は陽和元年1181年に源頼朝が鎌倉の鶴岡八幡宮から御神霊を勘定したことに始まると伝えられています。中田宿の鎮守として地域の人々に大切にされてきた神社です。江戸時代には
日光東照宮へ向かう旅人たちが旅の安全を願ってここで足踏みをして祈願したといいます。今も旅の安全や健康を願って参拝する人が多いそうです。利根川を越え次の古賀宿へ向かう前に旅人たちはこの神社で道中の無事を願ったのかもしれません。入り口にあったベンチで小休憩しました。久しぶりに踏切を渡る気がします。もしかすると小袋駅手前にあった踏切ぶりでしょうか。ちょうど踏切の警報器が鳴り出しました。さて通過するのは上り電車でしょうか、下り電車でしょうか。右側が古賀駅方面、そして左側が栗橋方面です。通過した電車は下り電車でした。この踏切を渡ると歩道が広くなります。かなり広いです。そして一定の間隔で植えられているのは松でしょうか。中田宿から古賀宿へ向かうこの辺りはかつて中田の松原と呼ばれていたそうです。江戸時代には中田から古賀の原町入り口までおよそ1里約4キロにわたって松並木が続いていたといいます。道幅は約9メートル。道の両側を一段高くしてそこに松が植えられていました。この松並木を整えたのは寛永7年1630年古賀城主永井直政の時代と伝えられています。当時の記録には東海道にもこれほどまっすぐで平らで美しい道はないというほどの景勝地だったことが記されています。今はその面影はわずかですが、かつて旅人たちはこの美しい松並木を抜けて古賀宿へ向かっていきました。こちらは古賀市本町にある祭礼道しるべ原町港です。祭礼道とは古賀の産砂神であるスズメ信者の祭礼の際に町中の混雑を避けて旅人を通すための道でした。江戸時代の宿場町では旅人や荷物の通行だけでなく地域の祭りや暮らしも街道と深く関わっていました。この道しるべは古賀宿がただの通過点ではなく祭礼でにぎわう城下町でもあったことを伝えています。中田宿から古賀宿へ向かって歩いてくると道はいよいよ古賀の町場へ入っていきます。この辺りはかつて大町と呼ばれた場所で街道の両脇には見事な松並木が並んでいたそうです。大町は旧日光街道沿いに広がっていた町の一つで古賀城下の入り口にあたる場所だったとも言われています。町名の由来には不明な点もありますが、大という名前には城下へ入る場所、町の入り口という響きが感じられます。古賀宿は単なる宿場町ではありません。古賀城の城下町であり日光道中の宿場でもありました。つまりここは旅人の道と城下の暮らしが重なる場所です。利根川を越え中田の松原を抜け大町へ。ここまで来ると旅はいよいよ古賀宿の中心へ近づいていきます。中田宿を過ぎ日光道中は古賀宿へ入っていきます。古賀宿は江戸日本橋から数えて9番目の宿場となります。現在の古賀市本町中央町横山町周辺にあたり日光道中の宿場であると同時に古賀城を中心とした城下町でもありました。ここが他の宿場と少し違うところです。旅人を止め人や荷物をつなぐ宿場町でありながら武士や町人が暮らす城下町としての顔も持っていました。街道沿いには本陣や脇本陣、問屋場、旅籠、茶店などが並び多くの旅人でにぎわっていたといいます。本陣1軒、脇本陣1軒、そして旅籠が31軒ありました。また将軍の日光社参の際には将軍が古賀城に宿泊したとも伝えられ、古賀が日光道中の中でも重要な拠点だったことが分かります。利根川を越え中田宿から松原を抜けて古賀へ入る。江戸時代の旅人にとって古賀宿の街並みが見えてきた時にはほっとする気持ちもあったのではないでしょうか。現在の古賀の町には当時の宿場がそのまま残っているわけではありません。それでも旧日光街道沿いには本陣跡や考察バーと古い商家の面影が点在し、城下町らしい落ち着いた空気が残っています。古賀宿は日光道中の宿場町であり古賀藩の城下町でもあった場所。旅人の道と城下の暮らしが重なった日光道中の中でも見どころの多い宿場です。横断歩道を渡ったところにあるのが古賀城お茶屋口御門跡となります。古賀城お茶屋口は三代将軍徳川家光の日光三景の際、古賀藩主土井利勝が将軍をもてなすために設けた御殿への入り口とされています。古賀宿は日光道中の宿場町であり、
同時に古賀城の城下町でもありました。日光社参の際には古賀城が将軍の宿泊休憩の場となり、この辺りも特別な緊張感に包まれていたのかもしれません。古賀駅西口入口交差点を過ぎたところに古賀城下本陣跡があります。本陣とは大名や幕府の役人など身分の高い人々が宿泊や休憩に利用した宿場の中でも格式の高い施設でした。古賀の本陣は参勤交代や日光三景の途中で諸大名が古賀に宿泊する際に使われた場所です。この辺りは日光街道から古賀城へ向かう入り口にあたり、城下町古賀の重要な辻でもありました。旅人や商人、城下に出入りする人々が行き交い、古賀宿の中でも特に賑わった場所だったとされています。今は石碑が残るのみですが、ここに立つと古賀宿が日光道中の宿場であり、同時に古賀城下の中心でもあったことが感じられます。そして本陣跡から信号を渡り道を挟んだ反対側に高札場跡があります。高札場跡は江戸時代に幕府や藩の決まり、お触れ書きを掲げた場所です。古賀宿ではこの辺りが城下の中心部にあたり、街道を行き交う旅人や町の人々に向けて重要な知らせが示されていました。今は石碑が残るだけですが、かつては多くの人がここで考察を読み、町の決まりを確認していたのでしょう。高札場の目の前に古賀町道路原標があります。道路原標とはその町の道路の起点や基準を示す標識のことです。江戸時代には日本橋を起点に街道が整えられ、一里塚が距離の目安になりました。そして近代になると各市町村に道路原標が置かれ、道路の基準点として使われるようになります。古賀宿の中心に残るこの小さな石柱は、江戸の街道から近代の道路へと時代が移り変わったことを伝えています。本日の動画はここ古賀宿までとなります。宿泊よりも電車での往復の方が安上がりなので、本日も一旦帰宅します。また明日始発に乗ってここ古賀から再開します。次回もこの先の街道をたどりながら次の宿場へと向かっていきます。本日もここまでご視聴いただきありがとうございます。